2013年の6月、アメリカの重大国家機密をたった一人で暴露した男をご存知だろうか。その男によると Google、Facebook、Apple までもが情報提供に協力させられ、世界中のメールや SNS がアメリカ政府に監視されていた事実が明らかに。現在ここ日本にも迫り来る監視社会の真相とは。やみこです。というわけでですね、もうゴールデンウィークですよ。世間はね、もうなんか近くのハンバーグ屋にね、なんかカッポーが男と女が公園でカッポーが男と女がですよ。もうやみこさんダメじゃないですよ。密じゃないそれ。いいんだよ、密よ。好きなものとしては密でええねん。密よ。俺だってやだわ。本日ご紹介するのは史上最大の内部告発と言われているスノーデン事件。この告発によって世界各国がアメリカ政府に猛抗議することになったんです。アメリカ元 CIA 職員が全世界を震撼させた内部告発事件。アメリカ政府による監視活動の真相とは。世界中を監視するプリズムの正体。今から7年前の2013年6月、たった一人の男によって全世界を揺るがす驚愕の事実が明かされるんです。その男によると、なんと全アメリカ国民の通話がアメリカ政府によって盗聴されているというのです。そんな映画のような驚愕の事実を暴露したのがこの男。当時29歳のエドワード・スノーデン。スノーデンの告発によると、アメリカ国家安全保障局、通称 NSA というアメリカ政府の組織が全米中の国民の通話記録を NSA が盗聴できるように毎日収集し、一般市民を監視していたというんです。しかもこの電話傍受活動、アメリカ国内大手の携帯電話事業者ベライゾンワイヤレスなどもアメリカ政府に協力し、加入者の膨大な通話記録を NSA に提供していたというんです。しかしそんな機密情報すぐには信じられるわけないですよね。一体なぜスノーデンはこんな情報を握っているというんでしょうか。実は彼、このアメリカ国家安全保障局、通称 NSA および中央情報局、通称 CIA の元職員であり、この監視活動の当事者側にいた人物だったんです。スノーデンは1983年にアメリカノースカロライナ州で生まれ、大学ではプログラミングなどを専攻。その後アメリカ軍に入隊し、イラク戦争への派遣を自ら志願していたほど意欲ある軍人だったんですが、訓練中の事故で重傷を負い除隊してしまうんです。失意の中 NSA からスカウトを受け、2006年には CIA 職員として雇用されていたんです。つまりアメリカ政府を敵に回したスノーデンの暴露は内部告発だったんです。彼のことを世界で最も有名な内部告発者とまで呼ぶメディアも現れたほどなんです。では一体なぜこのスノーデンが NSA の機密を暴露する決意を固めたというんでしょうか。それは彼が NSA、CIA 職員時代に見たアメリカ政府の卑劣な行為がきっかけだったとされているんです。スノーデンはその一例として、アメリカ当局がスイス人の銀行員を酒に酔わせ、飲酒運転で警察に捕まったところで取引を持ちかけてスパイとして利用していたということを暴露したんです。さらにスノーデンは個人の自由を最も重視するという政治観の持ち主であり、いわゆるリバタリアンだったんです。通信の傍受に踏み込む個人情報に探りを入れていく NSA の監視活動に関わるうちに、アメリカ政府のやり方に失望感を覚えていったんです。このおしゃべりスノーデンは他にもアメリカ政府が隠していた秘密を次々とばらすんです。彼によれば NSA による監視ターゲットはアメリカ国民だけにとどまらなかったというんです。NSA は世界各国の大使館や代表部に対しても盗聴などの監視活動を行っていたそうなんです。その数なんと38カ国。いやー、 NSA のガチ感がわかりますよね。では NSA はいかにして気づかれずに盗聴を行っていたというのでしょうか。ワシントンにある欧州連合代表部へのケースでは、まず暗号機能付きのファックス内に盗聴器と特殊なアンテナを気づかぬ間に仕込んでおきます。そして約90人の職員のパソコン内のデータ全てを NSA が勝手に覗き見していたんです。この告発を受け、フランスのオランド大統領は、同盟国に対するこのような行為は容認できないとし、ドイツ政府報道官も全く容認できないとする苦言を呈したんです。さらに我々日本も例外ではなかったんです。日本大使館もまた NSA の監視ターゲットであったことが明らかになったんです。しかも大使館だけでなく、日本の内閣府や日本銀行、三菱商事の通話記録までもが NSA に盗聴されていたというんです。いや、怖すぎやろ。NSA の活動のヤバさがお分かりいただけたでしょうか。
しかしこれだけでは終わらないんです。スノーデンの内部告発はまだまだ続きます。あなたのメールも SNS も海を越えたどこかで NSA 職員が監視しているかもしれない、そんな恐ろしいことを可能にしてしまうある大規模監視プログラムが存在しているというんです。アメリカ政府はあくまでも NSA の諜報活動をテロ対策の一環だって言ってるんですが、まあ皆さん納得できないですよね。そしてね、スノーデンが国外に持ち出した書類の数はなんと1万点にも及ぶんです。こんななってんじゃない、そんな。こんな。脇見せようとすな。アメリカ NSA の監視活動の対象は我々日本人にも向けられているんです。全世界を監視するプログラム、プリズム。スノーデンによれば NSA が監視ターゲットとしていたのはアメリカ国民や世界の大使館、大手企業だけにとどまらないんです。 NSA が私たち個人のメールや SNS、通話記録にまで私たちの知らないところでこっそりとアクセスし監視活動を行っていたというんです。しかしなぜそのような世界規模での監視活動が可能となるというのでしょうか。その鍵はスノーデンによってその存在が初めて公にされたある監視プログラムが鍵を握っています。その監視プログラムの名前はプリズム。このプリズムとは一体何なのでしょうか。これは NSA が2007年から運営している極秘のインターネット監視プログラムのこと。今となっては極秘ではなくなったんですが、プリズムでは個人の E メールやインターネット通話の記録、動画、画像、SNS の個人情報を収集しているんです。もっと具体的に説明すると、このプリズムが監視対象としているのは Google、Yahoo、Facebook、Apple、Skype、そしてこの YouTube などのウェブサービス。これらを運営する IT 企業もプリズムにユーザーの情報を提供して NSA の監視活動に協力させられているというんです。例えばマイクロソフト社では NSA が通信を傍受しやすいようにマイクロソフトチャットの通信暗号化を回避したとされており、スカイドライブへの NSA の侵入をしやすくできるように配慮までしているというんです。つまりこれらの主要なウェブサービスを使用している全世界のユーザーが実はアメリカの NSA にずっと監視され続けていたということになるんです。 Google ドキュメントに保存した書類、 Gmail でのやり取り、 Facebook で限定公開で書き残した黒歴史、めちゃるわ。かつて Skype で晒したヤミコのセクシー映像、いらねえな。これらが監視ターゲットとして NSA の職員に見られていても何ら不思議ではないんです。僕たちアルゴメトリーやこの動画を見ている皆さんのアカウントだって NSA の監視ターゲットとなりうるんです。 NSA のみんな見てる。これらの情報収集活動により NSA が傍受したインターネットおよび電話回線の通信情報は内部告発当時ではアメリカ国内で月に30億件、全世界で月に970億件だと言われており、それを可能にする NSA の通信傍受拠点は世界に500カ所も存在すると言われているんです。 NSA のこの監視能力をもってすれば、なんと電源を切った状態の iPhone からもマイクが拾う音声を盗聴することが可能であるそうなんです。嘘くせえな。このおしゃべりひょっとこスノーデンは、盗聴されたくなかったら iPhone は冷蔵庫や金庫など金属製の箱に入れろなどと盗聴を防ぐ手段を今節丁寧バチクソ偉そうに語っているんです。スノーデン事件の後もなおあくまでテロ対策のために世界の監視活動を行い続けているという NSA。 当時アメリカの国家元首であったオバマ大統領は一般論として諜報機関を持つ国ならどこの国でもやっていることだとして諜報活動への理解を求めたそうなんです。しかしリバタリアンのおしゃべり井戸端会議解禁賞のスノーデンが警鐘を鳴らしているように、このままでは監視社会化が行き過ぎて私たちのプライバシーの権利が守られないという問題が浮かび上がってくるんです。これ別にさ、監視されてたとしても別に悪いことしてないから別に気にしなくていいんじゃない？ダメなんですよ。そういうとこなんですよ。悪いことをねしなければね監視されてもいいって思っちゃう。そのことに対してこのスノーデンは警告を発しているんです。何よ、何が悪いってのよ。あんたに言ってんのよ。私の何が悪いのよ。日本に迫る監視社会。自分がテロリストや犯罪者にならない限りは個人情報が国家権力に監視されていても問題ないのではと思う方も多いでしょう。しかしスノーデンはそんな監視社会化する世界に向けて警鐘を鳴らし続けます。現在ロシアに亡命中のスノーデンは私たちがプライバシーの権利を放棄してしまうことの恐ろしさを指摘し、日本にも警告を発しているんです。我々日本に一体どんな危機が迫っているというのでしょうか。実は NSA にはプリズムの他にも X キースコアという監視プログラムを開発
達しているんです。そしてなんとこの X キースコアが日本政府にも渡っているというんです。日本政府はこの監視プログラムの利用についての可否を明らかにはしていないんですが、もしこれが本当だとすれば、日本政府が日本に住む日本人のあらゆる通信内容にアクセスできる権限を手に入れている可能性があるんです。つまり日本政府が私たち日本人を監視という手段でコントロールすることが可能になり得るわけなんです。おしゃべりスノーデンは日本社会においても新たな監視社会が始まることを恐れていて、2017年に成立した日本の共謀罪法案に際しこのように語っているんです。この法案の本当の目的は何か、私の納得いく答えは多くの専門家がたどり着いたものと同じです。それは政府が新たな監視の手段を手に入れるための法案だということ。善悪を問わず犯罪者の可能性があるというだけで監視される。これは日本における大量監視社会の新たな潮流の始まりなんです。彼は政府や国家に監視されることによって国民が監視に萎縮してしまい、本来の自由を奪われた生活をしていく社会になっていくのではという懸念を発信し続けているんです。アメリカ国家という巨大組織と2000万円の給料を捨ててまで自分の心情のために一大決心をかけたおしゃべりスノーデン。このスノーデン事件から7年経った今もなお、インターネット通信や電話回線を通じた情報は NSA によって監視され続けているどころか、 NSA は世界中の全ての情報を監視することを目指しているというんです。アメリカ連邦捜査局 FBI は NSA の情報収集活動について何ら違法性はないとの認識を示し、スノーデンの逮捕に向けて全力で捜査していると表明したんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。